海洋堂のね、メガソフビウルトラマン B タイプの中編になります。全39話ありましたが、ぬいぐるみはね、修理しながらの撮影だったそうです。その中でね、2回新しいものに作り変えています。13話までの A タイプ、29話までの B タイプ、そして最終話までの C タイプ。凛々しくなってますよね、少しね。で、今回はね、B タイプのウルトラマンのキットとなります。前回はね、マスキングを剥がしたあたりで終わりましたが、今回はその続きをやっていきます。このソフビのね、クリアパーツはね、いずれなんていうのかな、黄ばんでくると思うので、あえてね、少し白っぽく塗っています。でね、筆でうまく塗料がね乗らなくて、なんとか塗っています。こんな感じでねいこうと思います。これはね接着してないんですけど、ちょっと乗せただけなのですが、こういうイメージですね。目の周りもね少し修正していきます。なんですけど、やればやるほどねちょっとムラが出てしまって見にくくなっていきます。動画ではねしつこくなるんでね、今このぐらいにします。で体の方もねいろいろ修正して、なんていうのかな、塗り直してねと思いましたが、胴体をね接着したらね、そのあたりもまた塗らないといけないんで、この辺で先にね接着していきます。これ僕がねバリを取るときにね、内側をうまくカットできていなかったみたいで、ピタッとねはまりません。リューターをね買いました。ちょっとね高いかな、僕にはね高いかなと思ったんですけれども、これは買ってよかったかな。アルゴファイルハイパーハンディミニリューターアルティマオートトルクっていうんですけれども、モーター音がねとても静かだっていうことが選んだ理由の一つ。それとね、このオートトルクっていうのかな、すごく削りやすいです。前にね一度安いリューター使ったことあるんですけれども、あれは何だったんでしょうかっていうぐらいの別物となります。こんな感じでね、ちょっとね花粉の影響か声がね変な感じにあんま変わんないのかなってますけど、ご勘弁で瞬間接着剤で接着しました。またね
でこぼこしたところはちょっと削っていったりしています。でフィニッシャーズのパテを買いました。ラッカーパテですね。乾燥がね早いと聞きました。パテに関してもね、あんまり詳しくないんですけれども、厚塗りしなければ、30分ぐらいでね、乾燥しました。それとね、使いやすいですね、僕にはね。で、爪楊枝とかね、綿棒でこういう感じで、なんていうの？塗っていきますっていうか、すり込んでいきます。薄め液もねあるので、ここでね使ってもよかったですね。この時はね僕は持ってなかったんですけど、あとはねヤスリで、鳴らしていきます。平らにしていきます。どうでしょうか。できたんでしょうか。まずですか。できたんでしょうか。よくわかんないんでね、ちょっと塗ってみます。まあでしょうか。ちょっと早送りね。でね、このウエストの部分とね、他のところもね、ちょっと色を整えようと思って、グリーンスタッフワールドのリキッドマスクというものを使いました。これもね、使いやすかったです。かなり大雑把にマスキングしちゃってますけれども、液体に近いんでね、だらだら流れちゃうんで、そこだけ注意ですね。で、顔もやったんですけどね、もう顔これ以上何もしない方が良かったですね。
剥がしてみます。剥がしやすいです。見ての通り。で、あとはね、こういうところを整えていって、ようやくね、先が見えたかなというところですね。目玉というか覗き穴ですね。ちょっと色をつけます。こんな感じですよね。でね、次回はっていうか、主にね、ウェザリングしていこうと思います。それと今ちらっと映ってますけど、カラータイマーとかね、その辺のこともやります。で、中途半端な感じですけれども、このまま終わっていこうと思います。これね、マスキングテープで一応顔をつけてみました。イメージとしてね。あとね、アベンタドールや、仮面ライダーも、動画にはまだなってないですけれども、同時に作っています。キューティーハニーもね。こんな感じで、最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価とね、チャンネル登録もぜひお願いいたします。これはライダーのシーンですね。この辺のね、色を結構迷いながら色調しました。